Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boys Flutter University.はい、ということで、前回のログインに引き続いてやっていきたいと思いますが、ログインした後にマイページに自分の情報を表示するっていうのをやってみましょう。まず、今この本一覧ですね。本一覧からここを押すと、ログインページ出るわけなんですけれども、ログインしているかどうかによって、分岐したい動きを。ということで、これ、今ってここを押したら、ここ呼ばれるわけですね。この画面遷移が。で、ログインページ行くと。で、ここでもしログインしてたらっていうのをね、ちょっと書いてみたいと思いますけれども、要は、ログインしてるかどうかっていうのは、ここで直接書いちゃいますと、5S オース、インスタンス、カレントユーザー。これが、ヌルじゃなかったら、ログインしてるんですよ。で、ヌルだったら、ログインしてないと。で、そんな感じで、ここに、画面遷移入れればいいんですけども、ちょっと一旦、ちょっとテスト的にね、プリントで、ログインしている、してないみたいなね、出してみますけど、一旦ね、プリントだけで、こっちがしてない。してない。はい。で、これがヌルじゃなかったらこっち入るので、こっち入るのでログインしているとプリントされる。そうじゃなかったらしてないとプリントされるということで押してみますと、してない。してないんですか本当に。はい。してない。ヌルだとしてないって言われますね。はい。じゃあこれで、この前作ったユーザーの、ログインをちょっとしてみたいと思います。はい。る.com。ちょっとあれですね、デバイスが変わってるからね。X コードアップデートして変わってるから。はい、これでログインした状態になったはずなんですけども、しているになりました。ほら。しているになりましたね。これちょっとパスワード見えないようにした方がいいですね。ちょっと今、やっちゃいますか。フラットテキストフィールドパスワードハイドみたいに調べたら、オブスキュアテキストか。はい。オブスキュアテキストツール。ツールだっけ。そうですね。これで、OK。これで OK。これで見えないですね。はい。ということで、ログインは、今、されてますと。しているが出ますね、これ。しているが出ます。で、今、ログアウト実装してないですけど、ログアウトしたら、さっきのまたしていないっていう状態になると思います。はい。ということで、一回ログインしたら、アプリを一回閉じたとしても、この 5S auth instance.current user っていうのは値が入ります。これが。これが、あるということはログインしているということだし、current user の UID とかが取れるわけですね。で、その UID を元にしてマイページとかに行けるということなので、ちょっとマイページを作ります。ここ今同じコードが書いてありますけれども、ログインページで。これログインページじゃなくて、マイページ作ってみたいと思います。はい。ニューパッケージのマイページ。はい。ニューダートマイページ。はい。マイモデルっていうのはちょっとね、変だけど、マイモデルにします。はい。マイモデル。はい。で、なんか、どのページパクろうかな。なんかシンプルなページを真似すればいいんですけれども、このページはちょっと複雑なので、アドページでいいですかね、一旦ね。はい。はい、アドページ。コピーして、マイページに変更。で、ちょっとこの辺いっぱいありすぎる。けど、ローディングぐらいはあった方がいいから、ここは一旦、この中は一旦、適当に、なんだろうな。
まあ、カラム置いて、チドレンとして、まあちょっと、名前ね。ちょっと名前自己紹介みたいな感じで、はい、置いときますね。まあ、写真もあった方がいいんだけどね。まあ写真めんどくさいから今実装しません。はい、これで、OK と、一旦ね。で、これがマイページで、マイページのモデル、マイモデル、アドブックモデルをちょっと真似して、マイメロちゃんのね、ようなマイモデルをですね、作りますと。とりあえずローディングだけね、ある状態で作りますと。はい。この辺ちょっと一旦消しますと。はい。マイモデルを、インポートすると。マイモデルをインポート。これは消すと。マイモデル&インポート。はい。はい、これでいいかな。はい。で、これで、ブックリストページからここをマイモデルに変更と。マイページ。そうすると、今ログインしてるので、このマイページに行きます。マイページ。名前変更。これです。マイページ。で、まあなんか、一応真ん中になってくれて、ちょっと大きさとかね、適当にスタイルで。wait。はい。名前のもうちょっとでかくしてもいいか。名前自己紹介みたいな感じでね。で、パディングとかね。適当にオプションエンターでつけちゃって。はい。まあ、こういう感じでマイページがあるとしますね。はい。自己紹介がありますみたいなね。はい。で、まあ、あとは、なんだろう、メールアドレスとか。まあ、名前、一旦メールアドレス、マイページになくてもいいけど、まあ、簡単なんでね。こうやってやってみましょう。はい、メールアドレス自己紹介。こうやっていうマイページがあったときに、ブックリストページ。マイページはこう下から、まあ出てきてもいいか。で、マイページに行ったときにこのカレントユーザーというのをちょっと一回使ってみたいんですけれども、マイページで。例えばメールアドレスは多分ここから取れるんですよね。これで、なんですかね。あ、そっか。ちょっとモデルの方で取るか。まあこれ取ってもいいんだけど、本当はね、マイモデルとかの方で、なんですかね、フェッチユーザーみたいな感じをちょっと作りますね。はい。ここで、さっきのこれを、これインポートしてと。で、カレント、まあユーザーみたいな、一旦ユーザーみたいな取って、はい。まあユーザーだとここでメールとかは取れるわけですよ。ここで、ファイナル E メールでね、一旦。で例えば、ここで、ストリング E メールっていうのを定義して、まあ、ハテナにしといてもいいか。はい、E メール定義しまして、ファイナル、はい。で、this.email イコール、これなんか、大丈夫ですか？エラー出てますけど。大丈夫ですか？ this.email イコール、これでいいですか？ユーザーがヌルなんだよな。ヌルな可能性あるんですね。まあ、一旦これでいきましょうか。はい。これで、まあ、例えば fetch users、notify listeners するじゃないですか。で、E メールがこのマイページのね、ここに入ってくるわけなので、もし、モデル .email がまあ、
ヌルだったらこう、ヌルだったらまあ、なんだろう、はてなはてなってやったらこの、こっちに入りますけど、ありだったらこっちの、ヌルじゃなかったらこっちが呼ばれて、ヌルだったらこっち呼ばれますけど、このはてなはてなすると、多分、なしになっちゃったね。なしになってる理由は、マイモデルのこのフェッチユーザーしてないからですね。これをフェッチユーザーをやると、取れてますね。僕のメールアドレスが。で、名前は取ってないんで、このログイン時に。特にメールアドレスとパスワードしかないんで、まあFirestore の、これもね、E メールと UID しかないんですけども、まあこれを編集できたりしたら、まあ、面白いかなって感じですね。はい。まあ、そうですね。そこまでできてもいいけど、まあ一旦これで OK と。はい。で、一旦ログアウトボタンでも置いときますか。テキストじゃなくて、アイコンボタンじゃなくて、何でしょうかね。テキストボタンでいいか。テキストボタンで、はい。ここで、チャイルドはテキストで、ログアウト。で、ログアウトボタンここにできたから、これ押したときに、ログアウトしますと。で、こういうのはモデルの方にね、書きますということで、void ログアウト。ログアウトって言ったら、Firebase のインスタンスのログアウトみたいな、サインアウトかな。シグン、あった。これは、まあ、フューチャーボイドなんで、アウェイトでね、やってあげて、はい。で、まあ、ログアウトをここでします。モデルドットログアウト。で、ログアウトしたらこの画面を閉じたらいい、いいんじゃないかな。ナビゲータブコンテクストポップでいいんじゃないかな。これはアウェイとしてね、順番に実行して。これやれば、そうか。これボイドか。これフューチャーにしようじゃん。はい、フューチャー。こいつがね、フューチャーなんでね、ここもフューチャーで大丈夫です。はい。で、ログアウトして終わったらナビゲーターポップするから画面が閉じます。閉じました。で閉じたら多分、下のここ見てほしいんですけども、はい、ログインしていない、はい、に入りましたね。はい。ログインしていない。だけどもう一回、ログインして、ログインしてる状態、している状態。まあ、これはしている状態ですね。で、今、こう、ログアウトすると、さっきのブックリストページのここの Firebase Auth インスタンスカレントユーザーがヌルになるからこっち入るんですね。だからこっち来ると。ログインしてるとヌルじゃなくてなんか値入るからこっち来ると。いうことなんですよ。はい。まあこんな感じでマイページとそのログインっていうのをこう分岐したりします。はい。ということで、あと何作ろうかな。じゃあとやりたいことっていうのは、一旦もう一回マイページ出しますけども、はい。一回このマイページ来たときに、ここ、名前とか自己紹介っていうのを、今ないので、なんかプロフィール編集みたいな、Twitter とかインスタにあるようなやつを、作って、これを変更できるようにしたいですね。あとは、よく言うと、なんかこの写真とか、この本一覧とかも、マイページで自分が保存したやつを見れたり、このページではみんなのやつが見れたりとか、なんかそういう風になったらね、よりいいのかなと思ったりしますけれども、ということで、プロフィール編集だけやって、今回はね、一旦終わりたいと思いますけども、
プロフィール、ユーザーっていうのはね、今 OAuth っていうのと、この OAuth で作られた Firebase OAuth のやつと、Firestore にもユーザーズってコレクションがあって、ここと一致させてるやつ、これとこれが一致してるんですけど、一致させてるコレクションの、ドキュメントがあるわけですよ。で、ここになんかネームとか追加していきたいわけですね。そしたらここに出せる。ネームとかディスクリプションみたいな。っていうのを、作りたいので、で、原理的にはさっきのアドブックとかと一緒なんですよね。このアドブックとかの似ている感じなんですよ。やり方としては。さっきのアドブックはもうここにこう追加しましたけど、ユーザーズのここをアップデートかな。既存のこれをアップデートする。まだこれで言うと、これと一緒ですかね。この本を編集と一緒かな。と思いますね。なので、この辺に編集とかね、つけて、ちょっとこのアイコンボタン、アクションズアイコンボタンをちょっとコピペしてと、マイページのアップバーにもこうアイコンボタンみたいなね、つけて、画面遷移は、なんだろう、ここ、編集、エディットみたいなのあります。これでいいか。はい。ここに出てきて、これ、ちょっとマイページ連続出ちゃったけど、これちょっとフルスクリーンじゃなくて横遷移とかにして、ここで遷移するのがエディットマイページに対して、マイエディットページマイエディットページでいい？エディットプロフィールみたいな。じゃあエディットプロフィールにしましょう。はい、パッケージ作って、エディットプロフィール作りまして、ニューダートエディットプロフィールページと、エディットプロフィールなので、これエディットブックスとも似てるから真似して、はい、真似してエディットフィール、これ多分いらないと。はい。で、いらないと。ブックリストブックいらない。こいつもいらないで、エディットブックモデルをコピーして、エディットプロフィール。そう、こいつのモデルに置くと。いやはい。で、この辺はコントローラーとかあった方がいいっちゃいいっすかね。一旦消そう。で、なんかネームとディスクリプションにしましょう。こっちはね。ディスクリプションを。はい。で、ネームコントローラーとディスクリプションコントローラーにします。はい。で、セットネームと、セットディスクリプションみたいな感じで、ディスクリプションみたいなね。で、is updated の仕様は一緒でいいのかな。どうでしょう。はい、一緒にしましょう。で、アップデートで、これは多分ユーザーズ ID は UID は知ってます。これは Firebase Source をインスタンスとカレントユーザーの UID。これがここに入って、ネームとディスクリプションをアップデートすればいい。
はい。で、このエディットプロフィールモデルをエディット、ここで使うと。名前と自己紹介。なんかこれで結構いい感じ。はい、これでマイページからの、プロフィール編集。あ、違うか。まだマイページになってるか。で、これもインポートして、はい。で、マイページのこの画面遷移先はマイページじゃなくて、今作ったエディットプロフィールページにすれば、やばい、大丈夫。エラー出てます。オーマイガー。エラー出てます。カレントユーザーか。カレントユーザーがあるか。まあ。これびっくりしたらまあ、いいって感じか。あ、これね。まあ、カレントユーザー、まあ、ヌルじゃないって分かってらびっくりしてもいいです。厳密にはまあ、ログはインしてない場合はこれヌルなんでびっくりしたらクラッシュしますけども、まあ、そうですね、ここに来てる時点でヌルじゃないって分かってるのであれば、こうやって書いてもいいこともね、あります。はい。まあ、ヌルチェックするに越したことはないんですけど、はい。ネームコントローラー、ディスクリプションコントローラー、セット、ネーム、セット、ディスクリプション。これは、何ですかなんすかこれで、あ、いいですね。はい、プロフィール編集できました。で、名前を、まあ、例えば一旦名前を K ボーイ30歳ですと。30歳ですけど、なんすかはい。で、更新しますと。はい。で、したら、入りましたね。Firebase に。K ボーイ30歳。で、まあ、ここに表示する、先に表示しますか。はい。エッジユーザーするのは、まあ、E メールはしかないけど、今はストリング、ネームとストリングディスクリプションってやったときに、このフェッチユーザー今はカレントユーザーしか取ってないので、今これを取りたいので、この30歳ですを。これはどこにあるかっていうと、さっきプロフィールモデルで操ったこの Firestore ですね。Firebase Firestore Instance Collection Users Doc URL。だからこれちょっと一旦コピーして、で、Firebase Firestore インポートして、これはちょっとアップデートしちゃってるんで、そうじゃなくて、ちょっとゲットしちゃってください。はい。で、ちょっとアウェイトもあれなんだけど、ゲットで取れてるのがですね、あ、ちょっとこう取りたいんだけど、取り方、ですね、取れるのが、スナップショット、ファイナル、スナップショットイコールで、これでまず取れると。アシンクと、アウェイトと。で、ドック、多分スナップショットドット、ドックじゃない、データか。はい、データでした。はい、データ。で、このデータに対して、例えば、ブックリストモデルとかをね、見たらわかると思いますけども、まあこれ、データ、マドキュントデータ、これは複数来る場合ですけど、今回単数ですけども、まあこんな感じで取れるわけですね。マイページのモデル、マイモデルいくと、
データの、まあびっくりとかハテナの話か、これまた。そうですね。まあびっくりしちゃいます、一旦。で、ネームと。これヌルだったらまたダメですけどね。はい。で、ネームと。ネームは入れちゃいます、この this に。this dot name イコール。はい。はい。これで、ちょっと戻って、取れてないですか？で、取れてるかもしれないけど、あれか。This the びっくり will have no effect because the receiver can't be はい。can't be がいいのか。これでもいいってことびっくりいらなかった。はい。これでいやいや、こうか。じゃこうしますね。ハテナの方が安全。ヌルだったらまあ、ヌルが入ると。仮にね。仮にデータがヌルだった場合も、まあ、ディスクリプションとかネームにヌルが入る状態になった。で、このログインモデルの UI でまあ使ってないからまあいいや。はい、これ。はい、これいいとして。で、取得したマイモデルですね。マイモデルの、なんすかこのモデルの値をここに反映したいと。まあ同じ感じで。はい。モデル .name。はい。ここは自己紹介も、ディスクリプション。こんな感じで出ましたよ。はい、出ました。K ボーイ、E メール30歳です。で、ログアウトがあります。編集するとき、ここに出ます。で、ここに渡しましょう。今取れてるやつを。このエディットプロフィールイメージですね。じゃあ、ネームと、ストリングネームと、いい時間になってきた。ご飯食べる時間になってきた。ストリングディスク。早く終わらせるぞ。はい。ほい。これね、ヌルが、これで、this name this description OK で name さっきあったやつですね。これなんかなんだっけ、イニシャルとかあんだっけねえか。じゃあこれネームもね入れまして、ディスクリプション、はい、同じ感じでね受け取れるようにねしまして、はい、この2つを受け取ったらネームコントローラー .text に、ネームを入れてディスクリプション .text に入れると。怒られてますか？なんすか？ can't be assigned をハテナがあるからってことか。そうか。ハテナありえないですけどね、ここね。びっくりしちゃっていいんじゃないですかね。はい。これで、マイページ、こうか。ホットリロードミス。なんすか
なんすか。ああ。モデルの名前とディスクリプションを渡したい。しかし、ここからモデルが参照できないので、コンシュマーで囲むしかない。この辺を。囲みますか。ストリームビルダーで囲みつつ、真似してコンシュマーの形に変更。間違えた。ここからここまで。はい。はい。びっくり系かまた。びっくり系か。はい。はい。はい。ああ、出ました。はい。K ボーイが渡されますね、ここで。はい。で、びっくりと。で、一応更新はされてるんで、ここに戻ってこないと、更新されてみたら、こう戻ってきたら、もう一回フェッチユーザーしたらいいので、さっきのマイページのここですね。これが終わったら、もう一回ですね。これでいいのか。これでいいのか。モデル .fetch ユーザーをすると。してあげるとですね、ここで K ボーイびっくりびっくりってなってるので、K ボーイ33333ってやって更新すると、はい、更新されます。このね、画面遷移して戻ってきた後にこれをやるから、もう一回ユーザー取るからですね。30歳がもし来年になって31歳になったら、31歳です。更新されました。ログアウトします。はい、こんな感じで、マイページを作ってみました。はい。1、2、3、4、5、6。はい。これで保存されています。ここに保存されています。ということで今回、次回はですね、ここに自分のページだけに本を追加していくというね、ことをできたら、インスタグラムみたいにできたらいいかなと思いますが、今日はね、ユーザーのデータを、マイページ作って編集するっていうのをやってみました。編集するとかの要領はもう完全にこの本をエディットするのと全く一緒だったんで、その応用という感じですけれども、はい。マイページ作って、ユーザーっていうのはこうファン、ユーザーズのコレクションにもあるし、オースっていうのはこちらログイン用のデータとしてオースっていうのがあります。でも名前とか自己紹介とかそういうのはここに入れれないので、こっちでね、管理していくという使い方をしたりします。はい。ということで今回の動画は以上です。See you next time!